なぜ思い出せないのか。再生の証明がおできになるかと、皆さんは我らに求められよう。我らの答えは、霊的なことは霊的な方法でしか証明できないということ。再生を証明することはまず不可能。その明白な実例は数多く存在するのだが、しかし皆さんは直感によって、はっきりそれを知る時が来よう。皆さん自身の経験の結果としてである。人間が神秘の地に至りうるただ一つの道は、愛と無視。これである。心は進歩するものであって、その心が一人でに真理を握るということはありえない。地が開ける前に、まず心の洞爺が必要である。人は万感の書を読んで真理を知ろうとする。しかし、真理の富は霊の中にある。したがって、真理は自力で発見するもの。誰一人あなたに真理を与えてくれる者はいない。あなたが本当に再生を知りたいと思うなら、内在の人間、つまりあなたの内容の自我を知るようにならねばならない。その内容の自我にあなたがひたと向き合えるようになれば、魂の進化の足取りがわかるからである。皆さんはなぜ過去生が思い出せないのかといぶかしがる。しかしですな。あなたは2歳、3歳、4歳の頃が思い出せますかな。何百年何千年の昔がどうして思い起こせよう。記憶は肉体の脳にあるのではない。また、幽体や霊体にもない。しかしながらあなたが我らの寺院と呼んでいる原因体という高級媒体を使えるようになれば、あなたの視界は開かれ、記憶が蘇ってくる。そのわけは、過去一切の貯蔵庫がある天上神。それにあなたが触れることになるからである。それぞれの受肉の感覚はどれほどだろうか。それについて厳密な確たる方式を敷くわけにはいかない。24年、34年、あるいは54年と言っても、それは正しくない。また、肉体を出たらすぐ次の肉体に宿ると申しても、正しくない。かと申して、二つの再生の間隔期間は数千年と申しても、これまた真相を語ったことにはならぬ。個人により皆相違している。ただし、特殊の目的がある場合は、急速に再生することがあり得る。皆さんのお尋ねはかようであろう。魂が肉体に宿るのはいつか、出生の時か、その前かと。我らは、魂は年齢とともに、全時体に溶け込んでいくとかように申したい。おおむね21歳頃、魂は完全に肉体に定着する。どうも我らは時間にとらわれるのは好まぬのだが、魂が母体に接触を始めるのは、受胎以前のことである。次に、かように尋ねたいであろう。魂が新しい肉体に宿って対抗、つまり後戻りするのはいかがなものかと。その答えはこうである。もし人が何か美しいものを道に落としたら、きびすを返して探すことがよろしいことであると。さて、これが対抗ですかな。ただしこう念を押しておきたい。一つの魂に他の魂の批判はできないと。他を裁けばそれ自身罪を犯すことである。また次の質問はこうですな。私たちは同じ家族に再生するのか。もしそうなら同じ両親、同じ子供を繰り返すことになるがと。そうではない。しかしながら、同一家族の船員たちは引き合う傾向がある。実際、同じ兄と妹、父と子、夫と妻、そういう縁というものがよくある。皆さんは祝縁によって家族となり、友人となっている。この家族、友人によって進化過程をたどっていく。この祝縁、この道筋で、人は前途に愛、また幸福、それを見出すことになるのである。あるいはまた、争い、憎悪を。しかし、これを愛に変える。そこに人の仕事が存在するのである。人が生まれるということは、その生まれた場に深く関わらねばならないということである。これは法である。
人は現実の生活に彼が最もプラスを与えうる場所に置かれるこの地上生活から彼は栄養分を得、またこれを与える。我らはこの再生の真理を気の進まぬ人たちに押し付けるつもりはない。しかし再生、生と死の繰り返し、これは法である。それを人が信じようが信じまいが同じことである。多少の奇異を申せば次のような人がいることである。つまり死後の生存を信じない。再生も因果律も認めない。かように言うことで、この法はないものとしている人たちのことである。しかしですな、人間には自由意志があることを強調しておく。人間は強要も強制もされない。天界から引きずり下ろされたり、無理やり地上へ投げ込まれることもない。本人が戻りたくないと叫ぶ限り、答えはこうである。よろしい。休憩をしなさい。急ぎはしないと。神は決して急がれない。一つの魂の進化はかようにして行われる。やがて納得がいったとき、人はしきりにバグをつけに戻りたくなる。その時の気球はただ一つ。どうしたら早く行けるか。以前にも触れたことだが、皆さんはどうも次のように考えている。つまり、魂は幽界にあっていろいろ学び、自分を救う道を見出していくものだと。また、幽界は地上とそっくりで、魂はこれとの戦いで伸びていくと。しかしながら、幽界の素材は物質とは全く違っている。極めて柔軟で思想によってどうにでも変えられる。また、魂というものは暗い鈍重な物質の中にあって、初めて厳しい教訓が得られるもの。それゆえに、魂は物の中にあり初めてその主となる道を学ぶことができる。また、学ばねばならぬのである。創造の全目的は霊性の進化にある。故に、魂は物質の主とならねばならぬ。魂の中には神の生命が宿っているがゆえに、魂は、鈍重な物質の全き主とならねばならないのである。神は全創造の見業を通じて物質の中に働きたもう。内在の神は進化し成長を続ける。やがて魂がその技を成し終えたとき、魂は己を取り巻く一切の環境を支配するに至るのである。死後、他界に入り、やすやすと美しい環境の中で、魂が救いへの道を歩むと考えることは優しいことだし、あるいは楽しいことかもしれぬ。しかしそのようなことはありえないのである。また、さらに申し添えておきたいことは、魂が肉を支配する喜びは、何者にも比べようがないということ。もしこの喜び、物質経験で得られる完成の喜び、この一端でもお知らせできるものなら、再生のために戻ってくる魂の機会がどんなものか、どんな喜びであるか、お分かりいただきようものを。多数の皆さんは、人類に役立つ目的で再生をした経験をお持ちだ。それは必ずしも教会に行ったり善行をしたりということでなく、ただその再生が周辺の人々に喜びと慰めをもたらすということのために、例えば生まれた家族のために、やがて親となって暮らす家族たちのために、また同様に多数の友人たちのために、人は走り回り勢力を発散することでなく、神の異なることで最高の奉仕をすることができる。例えば、庭の一宮に置かれた花のために、最高の花が開けるようにと、その花に光と温熱を与えてやることで、